はい、こんにちは。今日はね、V トール後編やっていきたいと思います。前回から引き続いて改良していくわけなんだけど、とにかく行ってみましょう。で、前回パワーを上げても大丈夫なように調整できたところからの続きなんだけど、必要に応じて切り替えれるようにすると使いやすいのではってなところから、電源を2系統にして強弱を切り替えれるように作ってみます。前に搭載してるのがメインバッテリーで、後ろに搭載してるのがサブバッテリーで、メインだけを使うときとサブを追加して使うようなスイッチを作りたいんだけど、やっぱしこういう仕組みの接触は難しいな。一応これで動くか。ちょっと接点が緩すぎたか。手で支えながら動かしてはいるんだけど、まあ一応動くかな。レバーの高さが一番下がオフ、2段目がメインのみ、3段目がメインプラスサブ、最後にサブのみってな切り替えになってます。ちょっと接触は後で調整するとして、これ前からこの世界では確認されてる現象でもあるんだけど、モーターの回転中に軸がぶれたりする現象ですね。これで壊れた時は運が悪かったと思って諦めるしかないかな。まあ基本設計自体はこれでいけそうなので一旦置いといて、次は機体の耐久性アップ。これね、今まで実際にお見せしたシーン以外でもその辺のものにぶつかってプロペラが壊れたりしてたんだけど、これに限らず空を飛ぶものってのは軽量化と引き換えに耐久性を犠牲にするので、総じて壊れやすいですね。なのでこのプロペラの周りにバンパーみたいな感じでぶつかりにくいようなパーツをつけていきます。これ完全に囲うようにすればもちろん防御力は上がるんだけど、仮に完全に囲ってもこの世界では移動するものは物体とかビームとかをすり抜けたりするので、どのみち完璧ってのは無理ってのと、あとはメンテナンスしないといけない時に厄介になるんだよね。それに完璧に囲うとその分重くなるし、かといって薄くしたり細くしたりするとすり抜けたり壊れたりしやすくなるので、この辺もジレンマですね。なので実用面と折り合いをつけて、このくらいで大丈夫なんじゃないかってあたりにしてます。よし、これで動くか。ちょっと重すぎるかな。単純に重さだけの問題だったら私の体重分減らせば動きそうなんだけど、これでもちょっと重いのか。よいしょ。これで動くということは他の部分がおかしくなったわけではなさそうですね。こんだけひっくり返ってもプロペラが破損してないのは耐久テストとしては十分だしね。今のであとは
揚力を上げれば動くことが分かったので、次はプロペラを強化していきます。プロペラはね、枚数を増やせば揚力が上がるはずなんだけど、ここから上に積むとビジュアルが変わるのと、あと被弾面積が増えちゃうんだよね。なので今2枚組で組んでるのを4枚組にしてみましょうか。ちなみにプロペラは2枚刃が一番効率がいいっていう研究結果が出てて、それ以来2枚刃で組むことが多いんだけど、逆に増やした場合でも効率が悪くなるだけで効果はあるってのも研究結果として出てるので、ここはビジュアルと折り合いをつける感じですね。よし、こんな感じかな。試しに動かしてみると、おー、飛びました。もうちょい調整する必要はあるとして、まあこんな感じでしょ。ここでちょっと前にもらったコメントで、空から風車についてるモーターを横脱できないかってなアイデアをいただいてて、確かに面白そうちょっと試してみましょうか。いざ。ちょっとね、さすがに着陸できるほどコンパクトなサイズではないので、空からモーター部分を外せないかって思ってるんだけど、さすがに難しいかこれコックピット周りは視界確保の理由もあって、ガードが薄いのもあるんだけど、当たりどころが悪いとやっぱビームに焼かれますね。とはいえ何発か耐えてるシーンもあるので、まあ基本的にビーム砲は避けるとして、うっかり射程に入った場合でも防御できる可能性があるってあたりで、実用面との折り合いは悪くないレベルなんじゃないかな。まあそんな感じで何回か試してみたんだけど、ちょっとモーターの強奪は難しいかな。今回は諦めるとして、これは強奪用の機体コンセプトを考えるとかで仕切り直したいと思います。で、予定してた改良がまだ残ってて、それは発電機の搭載。スペース的には後ろに積めるように考えてたので、ここに搭載してサブバッテリーとして火力発電分を出力に回すようにしてみます。最初に作ったパワーの切り替えで、フルパワーの時は火力発電分の電力を使える感じですね。普通空を飛ぶものには搭載は難しいんだけど、こいつの場合は本体が簡単には燃えないんでね。よし、こんな感じか。いざ。機体バランスが悪くなったかもしれない。モーター一つだけならともかく、エンジンも積んでるし、燃えにくいように重心から離してる分、重量バランスがかなり崩れてますね。なんとか操縦できなくもないんだけど、バランスが悪い状態で発電機を使ったフルパワーにすると手で操作できなくなっちゃうので、本末転倒ですねあんまし内側に埋め込むのも危ないので、
下に積んだりできるかな。パワーがありすぎるのも問題だし、必要分の出力さえあれば飛べるのも分かってるので、出力は電池に任せて、この発電は充電用に回すようにします。火力発電はそもそも初動がちょっと不安定で、物を付け外ししないと起動しなかったりするんだけど、起動しましたね。これで試してみると、おー、飛べました。むしろ前半分が重くなった分、安定性が上がったかもしんない。この機体は電池をいっぱい使うので、予備バッテリーを用意するのも難しいんだけど、それを火力発電で補うことで長時間の飛行ができるっていうメリットを得ましたね。ただこれ下につけたせいで着水した時に消えちゃうってのが惜しいところではあるんだけど、電力が十分にある状態で水上に不時着する必要もあまりないと思うので、差し引きプラスとして考えとけばいいでしょう。あとは着陸する場所が燃えやすいものの場合は注意が必要かな。パッと見絵的に全然問題なさそうなんだけど、乗ってて気になった細かい点を最終調整していきます。まずレバーの接触がやっぱし悪かったのと、電池とかの配置を変えて発電装置をもうちょい前に持ってきました。これでさっきよりもバランスが良くなるはず。いざ、さっきより微妙に操作性が良くなりましたね。電池残量が見えにくくなってるんだけど、その代わりさっき火力発電がちゃんとできてるかを確認するための LED をつけてます。これが消えても普通に電気で動くんだけど、これを目安にしとくと安全ですね。前回と同じかそれ以上の飛行性能が発揮できてると思うんだけど、これで空中遺跡まで行けるかというと、ちょっと届かないかな。空中遺跡の高さは多分3段階くらいあるのかな。今見えてるあれは多分2段階目くらいの高さですね。結構いい動きをするところまではすでにアピールできてるし、多分1段階目くらいのやつなら届くと思うので、最後にそっちを目指しながらまとめに入りましょうか。ということで VTOL 後編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。これね、実は別のものを作るための実験機のつもりで作り始めたんだけど、普段使いにちょうどいい感じに仕上がりましたね。で、今どこに向かってるのかというと、以前到達したスタート地点の近くの空中遺跡、輸送ロケットの階で登ったところですね。電池を増やせばさっき見えてた2段階目のやつもいけるかもしれないんだけど、空中遺跡は今回は目的でもなかったし、あっちは後のお楽しみにしときます。そんなこんなで目的地が見えてきたんだけど、
ちょっと風向きが悪いか。よし、いける。おーっとちょっとひっくり返りそうになったんだけど、よし、無事に着陸できました。で、いろいろゴテゴテくっつけたんだけど、これだけ重いものが空を飛べたってことは、もっと重たいものも飛べるんじゃないか。ということで、次回は飛行船やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。